ータラズです。今日はね、久しぶりの登場、おかんのプリウスだね。いつもこっそり勝手にいじってるっていう体なんですけど、今回はね、タイヤが減っちゃってもうツルッツルなんですわ。なので、僕はもうツルツルだよっていうことでね、タイヤ変えようかっていう話で、いいよ変えようっていう話だったんですよね。なのでね、ホイールごと変えますそう、レグザに買ったんですよ。今まで履いてるのはシャレンですね。AME のシャレン履いてるんですけど、これ 8J なんですよ。で、レグザに、今年の冬に買っておいたんですけど、ジャンクで買った安いやつなんですけどね。プリウスはね、ピッチが100、PCD が100なんですよ。100の5ケツ。なのでね、それしか見ないで買ったらね、なんと 8.5J だったの。やべえじゃんと思ってね、ちょっと今ね、借り合わせしてみてます。普通にね、タイヤ変えればいいんだけど、なんかちょっと変えたくなっちゃってね。買っちゃったんだけど。8.5J。ちょっと若干太いんですよね。ほら、雰囲気も変わってさ、やっぱりいいよね。と思って、買ったら見て。はみ出てる。はみ出てんの。がっつり出てんじゃんと思って。プリウスってやっぱね、8G がね、多分、オフセットにもよるんでしょうけどね。実際このレグザーに、アメリカ製ってね、オフセット書いてねえんだよね。書いてない。でもオフセット不明です。履いてみてね。履いてみてがっつり出てます。いやー、どうすっかなと思って悩んでるけどね。そう、ジャンクの理由がね、ガリ欠いっぱいなんですよ。4本ともめっちゃガリってます。そしてね、タイヤもね、亀裂が入ってたりとか、割れがあったりとかね、パンクしてたりとか。なので、タイヤはもう交換前提ですね。で、ガリ傷はね、直していきます。直していくっていうか、もう削っていきます。ひたすら削るだけ。本当は、アルミパテとかでやろうと思ったんですけどね、めんどくさいからいいやと思って。そう、全部ね、ガリってた。4本とも。削って、あらましバリ取ってね、あとはタッチペンでいいやと思って。それでいきます。そういう時、そう、カラーホイールって楽ですよね。真っ黒なんでね、本当に楽です。こういう時ね。ちょっとタッチペン塗ればね、もう新品のように、新品ってまではいかねえな。結構ね、見た感じパーッと見綺麗になるんでね、結構こういう時カラーホイールってね、便利ですよね。ほら、綺麗になった。真ん中だけこうシルバーなんでね、あと周り全部黒なんで、シャレンよりはちょっと小さく見えます。同じ20インチなんですけどね、ちょっと若干小さくね、見えるかな。でも雰囲気をね、ちょっと変えていこうと思って。おかんはただただタイヤ変えるだけと思ってたらしいけどね。ホイール変わってんじゃんみたいな話になってさ。いいよ。買っちゃったから。そう。どうやって入れようかってね、悩みました。そう、プリウスは、前はね、ストラットなんですよ。ストラット形式なんで、ストラット形状なんでね、キャンバーボルトでどうにかならんかなと思って、これ使ってみます。キャンバーボルトって初めて使います。どういうもんなんだろうと思って。前々からね、存在は知ってたんですけどね、やっぱり使う車があまりなくて、ダブルウィッシュボーンだったりとかって、そういう形状になると、やっぱりね、使うとこがあんまりないんですよね。なので、プリウスはね、ストラットなんで使えるじゃんと思って、ちょっとね、初めて使います。そう、上側につけました。で、ナックルと、そのね、サスの付け根っていうのを、そこにね、このキャンバーボルトをつけるんですけど、交換する感じです。上下どっちでもいいらしいですけどね、中に入れたかったんで、どう考えても上でしょうと思って上につけました。で、このワッシャーと、このボルトの形、これでちょっとこうキャンバーをつけていくんですけど、意外とね、この入りづらかったりしてね、あとどういう風につけたらいいのか、しっかりとね、説明書を見た方がいいです。本当にこの、なんていうのかな、ワッシャーの位置と、このボルトの向きっていうのかな、それですごくこう、結構変わるので、
最大 1.7 度って書いてたっけな。まあそんなについてるかどうかはわかんないですけどね。ちょっとこう口では説明しづらいんでね、しっかりとこう買った人、説明書を見てつけた方がいいかもしれないです。まあ、キャンバーボルトプラスマイナス 1.7 度ぐらいつくのかな。なのでね、ポジキャンにもなるし、ネガキャンにもなるしって感じです。そう。結構ね、ついたんですよ。前回にこう寝せたんで、ほら、多分入ったんだよね。入ってるっぽい。ちょっとね、見てみましょう。ほら、こんだけ出てたでしょ？こんだけ出てたものが結構出てるじゃないですか。パッと見出てるでしょ？これがね、ではちょっと静止画で比べてみましょう。これがビフォー、キャンバーボルトをつける前ですね。結構出てるでしょ？もう明らかに出てたんですよ。パッと見出てて、これがね、キャンバーボルト、キャンバーつけた方だね。ほら、かなり収まったでしょ？そう、おかんが言うには、ちょっとハンドル重くなったなみたいな言ってたな。そうそう、新しいタイヤに組み替えます。だったらまあね、シャレンでもよかったじゃんって話なんだけどね。そう、レグザーリについてたのは、ちょっと一回り小さいサイズ、30だったんでね、35のタイヤにしました。225の35ですね。それに履き替えです。そう、純正車高だね。純正車高で、まあいい感じかなと思って。やっぱりちょっとこう、8.5J だと、リアは大丈夫なんですけどね。やっぱり前がちょっとキツキツです。キツキツだし、ね、まあオフセットによっちゃはみ出るんでしょう。まあほら、少しやっぱりね、下げたいなっていうのがありますけど、まあおかんの車だから、下げてもしょうがねえなと思うんですけどね。若干ちょっと1、2センチ下げたいかなってね、ちょっと思います。まあ、モデリスタのね、ローダウンサスとか、あれ 1.5 センチぐらいだっけ？あれぐらいでいいんだけどね、結構高いんでね、あれね。まあ、これでいいでしょう。ってことでね、今日はおかんのタイヤを、まあ、溝がなくてね、ツルツルだったタイヤをね、交換した。ついでにオイルも変えちゃいました。でね、まあ 8.5J、プリウスに 8.5J、オフセットは不明ですけどね、結構出ます。やっぱ 8J がギリギリだろうね、フロントは。それをね、まあキャンバーボルトで寝かしてなんとか履かせたっていう感じですかね。まあ、キャンバーボルト、ストラット形式だと、ちょっと出た分には、ここね、ちょっとこう、キャンバーつけて寝かせてあげればね、意外と入るっぽいですね。ちょっとしたスペーサーの代わりになるかもしれないですけどね。ということでね、本日の動画、ここまでになります。まあ、今日はね、ちょっとね、キャンピングカーお休みして、ずっとやってるとね、飽きるからさ、ちょっとおかんのね、プリウスね、ちょろっといじった感じにしました。次もね、キャンピングカー進めていきます。次の動画も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。